皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマはサーブミスで悩んでいる方にサーブミスをしない方法についてやってみようかなと思います。これは初心者中級者の方が対象で、やはりサーブミスっていうのは皆さん試合中でやる人どのぐらいいますか？実際私もサーブミスかなりしますね。でやっぱりサーブミスって1点例えばミスした時にすごくもったいないミスっていうイメージがあると思います。サーブでミスった時はラリーで失点した時よりも心のダメージでかいですよね。今の1点せっかくいいラリーで取ったのにその後にサーブミスしたっていうと一気に闘志がガクッと落ちちゃいます。で相手はサーブミスした時ってどういう心理的な状況になるかというと、今サーブミスしたラッキーっていう感じでお得な気持ちになってしまいます。なのでサービスは結構試合の流れがぐるっと変わっちゃう可能性があるので、かなり重要ですね。どれだけサービスをしないか、流れを崩さないかっていうのが試合ではかなり大事になりますので、今回はこのサーブミスっていうのをないように。で実際サーブミスが多くなる原因っていうのは一つすごく多い理由があります。でそれは例えば下回転横回転サーブを出すとき、皆さん意識するとき何を意識しますか？回転量を意識する。これはもちろんだと思います。でさらに打たれないように短さを追求すると思います。で一度に下回転サーブでブチギレで短くするっていうのは皆さんも経験あると思うんですが、かなり難しいですよね。短くしながらどれだけ切るか。でも実際これはなかなかかなりの高等テクニックです。実際私ぐらいのクラスと同じぐらいの選手と当たった時に下回転ですごく短くて2バウンド以内で収まる短いサーブでブチギレのサーブをたくさん出してくる人は正直あまりいないですね。私ぐらいのクラスで両立してる切れてるのと短さが両立してるサーブというのはなかなか出してる選手少ないですね。やっぱりそれぐらい難しいサーブなんですよね。切れてて短く出すっていうのは。なのでよくサービスをする方の特徴はやっぱり横回転を強くかけながらさらに2バウンドをしようっていういきなり上級者のサーブをやろうとしている方が多いです。なので切りながら短く、ロングサーブの場合だったら切りながら速くっていうのを意識しています。一度に2つのことを意識してサーブを出すというのはかなり難しいですね。で相手と同レベル、もしくは相手が強い時に切って短くしてやろうとすると台から出ないように慎重にやりながら切るってやると絶対ボテボテのサーブになりやすいですね。でこれでサーブミスを生むという結果になります。これ最悪の場合ですね。でこれが結構サーブミスでやる人はこういう傾向が強いですね。かなりレベルの高いことをやりすぎてしまうということですね。でサーブミスをしない方法、おすすめの方法、解決する方法が2つ今回ありまして、でこちらに書いてあるんですが、一度に2つの回転と短さを追求すると無理なので、1つずつそれぞれ追求してやる感じの方がサーブミスは激減します。私も緊張した時は切るのをやめます。でとりあえず相手が強かったら打たれないっていうのが最優先ですので、短さだけを追求します。で回転は無視してください。もう回転という要素を考えるだけでもうボールが台から出ていってしまいます。回転だけをするとやっぱ飛んじゃいますので、なのでもう回転という要素を捨ててナックルで短くだけっていうのを意識します。そうすると1つだけの意識だったら皆さん大体できますよね。2つ切って短くっていうのは難しいですけど、切るのを捨てて短くだけで、これでやるととりあえず相手には打たれなくなります。でサーブミスも減るっていう状況ですね。で実際私ぐらいのレベルですとどちらかというと2つを同時に意識しているサーブよりもこの短さだけ徹底している人たちの方が多いですね。あとはもう一つのポイント、あとはもう一つの解決方法、短さは捨てて切る、思い切って切ってやるっていうのですね。やっぱ短くしようとすると回転量が出せないので、そのスイングが小さくなってしまうので、短さ捨てるで切るだけ、もう長さはもういいやっていう感じですね。こっちの方が実は回転がしっかりやっぱ短く出すよりも回転量が強くかかるので、相手がミスったりもします。でサーブミスは激減します。やっぱり短くしようと台に抑えようとするからミスが出るのであって、もう大きなどこの相手コートのどこでも
打っていいっていう条件であれば、もう思い切ってこうやって切ることができます。横も下も。なので気持ち的には一気に難易度は、サーブの難易度は激減します。下がります。でなおかつ思い切って切ってるってことは、相手が持ち上げてくるか、つっつきをして長くくるかっていうのを、ロング戦を予想できますので、大きく出して大きく待つっていう感じのイメージでやると、試合も戦術的にもメリハリ、明確な戦術ができるために、組み立てやすいっていうのがありますね。一度に短く気にしながら切るっていう高度な技よりも、一つずつを重視した技でマスターしてもらう。短さだけを追求した状態、回転だけを追求した状態のサーブ、それぞれをちゃんと覚えてください。でそれで試合中も一つずつそれぞれ覚えることができれば、サーブミスがない状態になります。でその後に切って短くという中上級者向けのサーブを覚えていただくっていう感じでやると、サーブミスがない状態のままで試合で進むことができます。メリハリ、同じ下回転系でも回転をあまり意識しないで短さだけを追求した下回転、そして短さは追求せずにしっかり切る下回転サーブっていうふうに、下回転サーブでもこうやって意識を変えるだけで2種類2パターン使えます。もうこれだけでだいぶサーブミスも減るし、下回転のバリエーション、仕切りが低くなったので、短く低くっていうその難しいレベルのことを一生懸命やらなくてもいいんです。1個ずつちゃんと落ち着いてやる。そうするとこれ意外と効きます。この繰り返しは短くをやっといて急に長くやるで切れてるっていうのを交互でやるだけでも、かなり下回転サーブでも効きます。だから仕切りを低くしてサーブ練習をすることでサービスが激減すると思います。ぜひトライしてみてください。